食べ物まるっと研究所です。今回はネギの体への影響についてお話しします。薬味にしてもお鍋やすき焼きに入れても美味しいネギにはあまり知られていない驚くべき健康効果が11個あります。ただ食べ過ぎることによるデメリットも2つあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにしてネギで得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリット、1日の摂取目安量を看護師の視点で解説します。それではネギの健康効果からいってみましょう。ネギの健康効果1つ目は糖尿病予防です。糖尿病の予防には血糖値を正常範囲内に保つことが大切ですが、ネギに含まれるアリシンは血糖値を下げるホルモン、インスリンの分泌を促したり、インスリンの働きを正常化してくれるので、血糖値の上昇を抑えることができます。韓国インジェ大学の研究でも、糖尿病ラットにネギ抽出物を与えると、食後の血糖値の増加を優位に低くした。ネギは糖尿病状態における高血糖の制御に効果的であると結論付けています。他にも中国山東第一医科大学の論文でも、アリシンはラットの血糖値と体重を改善し、脂質蓄積を減少させた。アリシンによる治療は酸化ストレスを和らげ、インスリン分泌を促進することにより、糖尿病を緩和する可能性があると結論付けています。ネギの健康効果2つ目は風邪、感染症予防です。ネギには免疫細胞を活性化させるレクチンが含まれているので、風邪や感染症予防効果があります。農研機構の研究でも、マウスにネギ粘液を与えると免疫系が活性化された。このネギ粘液は人が食しても有効であり、免疫活性物質はレクチンである可能性が示唆されたと結果が出ています。また他にも、ネギには粘膜を正常に保って免疫力を高めるベータカロテン、血行を促進して体を温め免疫力も高めるアリシン、殺菌作用や免疫力を高めるネギオール、ウイルスの複製を阻害するフルクタンなど、風邪や感染症予防に効果のある成分が豊富に含まれています。富山大学の論文でも、ネギの緑葉部分から抽出されたヌメリ成分、フルクタンをマウスに与えると、ウイルス複製を阻害する効果があった。ネギのフルクタンは抗インフルエンザウイルス効果を発揮する有効成分の一つであると結論付けています。ネギの健康効果3つ目は冷え症改善です。薬膳の中でもネギは体を温める食品として知られています。ネギに含まれるアリシンは血行を促進する効果があるので、血液の流れが良くなり、手足の末梢まで熱が行き届いて冷え症を改善してくれます。向こう側女子大学の研究でも、ネギに含まれるアリシンは血行を良くして体を温めることから冷え症予防効果が期待できると結論付けています。また冷え症を改善することで肩こりや腰痛など冷えから来る症状の改善効果も期待できますね。ネギの健康効果4つ目はがん予防です。ネギに含まれるアルシンやケルセチンにはがん細胞を死滅させる作用があります。中国中南林業科技大学の論文でも、ネギに含まれるアリシンまたはケルセチンはがん細胞が自ら死滅、分解する作用を促進して抗がん効果を発揮すると結論付けています。また他にネギに含まれるアリシンやケルセチン、ビタミン C には抗酸化作用があるので、がんの発生や増殖に関係する体内の過剰な活性酸素を抑えてくれます。中国江蘇省がん研究所の研究でも、ネギ類の野菜の頻繁な摂取は胃がんと食道がんのリスクを減らすと結果が出ています。ネギの健康効果5つ目は疲労回復です。ネギに含まれるアリシンはビタミン B1 の吸収を高める効果があります。ビタミン B1 はエネルギーをスムーズに作り出すことで疲労回復に役立つんですね。向こう側女子大学の研究でも、ネギに含まれるアリシンは疲労回復効果があるビタミン B1 の吸収を助ける作用があると結論付けています。また他にネギのアリシンは運動後の疲労物質を減らしてくれるので、筋肉痛を軽減する効果もあります。中国成都体育大学の研究でも、アリシンを投与されたグループは運動後の筋肉の損傷が低下した。また血液中の疲労物質レベルが優位に低く、
運動後の筋肉痛が軽減されたと結果が出ています。さらに、ネギに含まれるアリシンは血行を促進する効果もあるので、血行が良くなることで体の隅々まで栄養や酸素が行き渡り、これも疲労回復につながるんですね。ネギの健康効果6つ目は胃腸の調子を整えるです。ネギに含まれるアリシンは消化液の分泌を促すことで消化吸収をスムーズにする効果があります。またアリシンは血流を改善して体を温める作用もあるので、冷え性から来る胃腸のトラブルを改善してくれます。武庫川女子大学の研究でも、ネギに含まれるアリシンは血行を良くして体を温めることから、食欲増進、消化促進、権威などに効果が期待できると結論付けています。また他にも、ネギには不溶性食物繊維が含まれているので、腸の中で水分を吸収して膨らみ、便の傘を増やすとともに、腸の蠕動運動を促進するので、便秘解消に効果的です。武庫川女子大学の論文でも、葉ネギの食物繊維の主な効能として、腸内環境改善を挙げています。ネギの健康効果7つ目は抗アレルギーです。ネギに含まれるケルセチンは、体内の免疫のバランスを整えたり、アレルギー反応を起こす抗体を減らしてくれるので、アレルギーを緩和する効果があります。また、ネギに含まれるアリシンは炎症を抑える効果があるので、アレルギーによる炎症を抑えて症状を緩和してくれるんですね。スペイン・マドロイド・コンプルテンス大学の論文でも、ネギ抽出物の抗酸化作用と抗炎症作用は抗アレルギー効果があると結論付けています。また他にもネギに含まれるベータカロテンは体内でビタミン A に変換されて、粘膜の健康を守ることでアレルギー症状の軽減が期待できるんですね。ネギの健康効果8つ目は美肌です。ネギの青い部分に含まれるベータカロテンは体内でビタミン A に変換されます。ビタミン A はコラーゲンやヒアルロン酸を作り出して肌の張り、弾力を改善してくれます。武庫川女子大学の論文でも、ネギの緑色の葉の部分にはベータカロテンなどが豊富に含まれている。ベータカロテンは皮膚や粘膜の健康を保つほか、抗酸化作用があり、細胞の老化を防ぐ働きもあると結論付けています。また他にも、ネギには 100g あたり 14mg のビタミン C が含まれていて、シミやそばかすの原因になるメラニンの蓄積を抑えたり、コラーゲンの合成を促進してくれるので、シワ、たるみを防いで、肌に張りを与えてくれるんですね。ネギの健康効果9つ目は血栓症の予防です。血管内に血の塊が詰まってしまう血栓症は、脳で起これば脳梗塞、心臓で起これば心筋梗塞のリスクがあります。ネギに含まれるアリシンは血流を改善して血液が固まりにくくする効果があるので、この血栓症を防ぐことができるんです。台湾河南薬科大学のラットの研究でも、生のネギジュースを摂取すると抗血栓効果が見られたと結論付けています。また他にアリシンは抗酸化作用を持つので、体内で発生した過剰な活性酸素から受ける血管のダメージを防いで、血管を健康に保つことができるのも嬉しいポイントです。ネギの健康効果10個目は肥満の予防です。ネギには血液中のアディポネクチンを増やす働きがあります。アディポネクチンはインスリンの働きを正常に戻したり、脂肪を分解する酵素を活性化するので、肥満の予防効果があります。韓国東洋医学研究所の論文でも、ネギ抽出物はアディポネクチンのレベルを上昇させる。肥満マウスにネギ抽出物を与えると、体重、脂質の蓄積、脂肪細胞のサイズが減少した。ネギ抽出物は肥満を改善する栄養補助促進として機能すると結論付けています。また他にも中国中南林業科技大学の論文では、マウスにネギの抽出物を与えると脂肪の重量と脂肪細胞の大きさの両方が優位に抑制され、体重が約 10% 減少した。ネギ抽出物は高脂肪食によって引き起こされる肥満を減らすことができ、ネギは肥満の管理と予防に効果的であると結論付けています。ネギの健康効果11個目は高血圧予防です。ネギには血圧の調整に欠かせないカリウムが含まれています。
カリウムは体内の余分なナトリウムを排出する働きを持つので、血液内の水分量の調整をすることで血圧をコントロールできるんですね。武庫川女子大学の論文でも、葉ネギの栄養成分、カリウムの主な効能として、高血圧の予防を挙げています。また、白ネギより青ネギの方が血圧を下げる作用が強いので、高血圧予防効果を期待する場合は、青ネギを選ぶといいですね。大阪市立大学の研究でも、ラットにネギを含む餌、特に緑葉タイプを含む餌を与えたグループは、血圧が低下した。白ネギではなく緑葉ネギが血圧を上げる物質の産生を抑制して血圧を低下させたと結果が出ています。このようにネギには様々な健康効果がありますが、食べ過ぎには注意が必要です。そんなネギを食べ過ぎた場合のデメリットをお話しします。ネギを食べ過ぎるデメリット1つ目は胃腸の不調です。ネギに含まれるアリシンには様々な健康効果が期待できますが、胃腸への刺激は強めです。なので食べ過ぎると逆に胃腸の粘膜を荒らしてしまって、胃もたれや胸焼け、便秘や下痢など様々な不調が出る可能性があります。特に生のネギにはアリシンが多いので、食べ過ぎに注意したいですね。ネギを食べ過ぎるデメリット2つ目は口臭・体臭です。ネギの独特の匂いの元は辛味成分のアリシンです。このアリシンは体内で分解される過程でも匂いが発生するので、口臭だけでなく体臭も独特の匂いになってしまいます。時間が経てば匂いは消えますが、人と会う前などに食べ過ぎるのは控えた方がいいですね。このようにどんなに体にいい食材でも食べ過ぎると様々なデメリットがあります。それではネギの適正量はどのくらいなのか。厚生労働省の食事バランスガイドを参考にすると、ネギは1日 70g 程度が摂取目安になります。また、中国医科大学の調査では、ネギ科野菜を1日あたり約 44g 食べると、腸がんに罹患するリスクが著しく低下すると結果が出ていることも参考にしてみてください。胃腸の調子も確認しながら摂取量を調整していきたいですね。次に美味しいネギの選び方をお話しします。白ネギも青ネギも色がはっきり鮮やかなものが新鮮です。白ネギの場合は白い部分の巻きがしっかりしていて弾力のあるものを選びます。青ネギは葉がまっすぐ伸びていてしなびていないものを選ぶといいですね。次に食べ方のポイントをお話しします。食べ方のポイント1つ目は食べる直前に切るです。ネギに含まれるアリシンは揮発性なので、ネギを切って空気に触れる時間が長いと減ってしまいます。アリシンの効果を最大限得るためには、食べる直前に切るのがおすすめです。また、長時間加熱してもアリシンは減ってしまうので、熱を加えるときはさっと済ますようにするといいですね。食べ方のポイント2つ目は、水にさらしすぎないです。ネギに含まれるアリシンやビタミン C、カリウムなどは水にさらすと流れ出てしまいます。辛みを抑えるために水にさらす場合は短時間に留めておいた方がいいです。また辛みを抑えたい時には切った後に少し置いておくと空気に触れて辛み成分のアリシンが減っていくので辛みがマイルドになります。食べ方のポイント3つ目は白ネギと青ネギで栄養価が違うです。ネギと一口に言っても長ネギ、白ネギ、青ネギ、葉ネギなどいろいろな呼び方がありますよね。簡単に分けると深谷ネギや下仁田ネギなど根の白い部分が多いものを白ネギまたは長ネギ、葉の青々とした部分が長いものを青ネギまたは葉ネギと言います。白ネギは甘みも強いのでそのまま焼いて食べたり鍋に入れたり炒めたりと使い方も様々です。青ネギは色が鮮やかなのでトッピングとして使うことが多いですね。栄養素で考えるとビタミン C やカリウム、カルシウムなどのビタミン、ミネラルは青ネギの方が多いです。ただ青ネギは一度にたくさん食べるのが難しかったりするので、たっぷり食べたいときは白ネギ、少量で効率よく栄養補給をしたいときは青ネギにするなど使い分けていくといいですね。またネギは白い部分、青い部分で含まれる成分が変わってきます。生活習慣病の予防を期待する場合は、アリシンが豊富な白い部分、疲労回復効果を期待するなら、ベータカロテンが豊富な青い部分がおすすめです。
次にネギと相性のいい食材をお話しします。ネギと相性のいい食材一つ目は豚肉です。豚肉には疲労回復効果があるビタミン B1 が豊富に含まれていて、ネギに含まれるアリシンはビタミン B1 の吸収を高めてくれます。アリシンは油との相性もいいので、豚肉とネギの炒め物がおすすめです。ただアリシンは熱に弱いので、さっと炒めるのがポイントですね。ネギと相性のいい食材2つ目は納豆です。納豆のトッピングにネギも相性がいいです。先ほどの豚肉と同様に、納豆にもビタミン B1 が豊富に含まれています。ネギと納豆を一緒に摂ることで、ネギのアリシンが納豆のビタミン B1 の吸収を高めてくれるんです。また納豆もネギも食物繊維が豊富なので、成長効果や美容効果、ダイエット効果も期待できますね。アリシンはネギの白い部分に多く含まれているので、白ネギを使うのがおすすめです。今回はネギの健康効果など体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しいネギを適切な量食べて健康な体を作っていきたいですね。また特定の疾患がある方は医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。